皆さんこんにちは、みことです。テレビシリーズ20世紀電気目録ユーレカエブリカ第4話の感想やっていきたいと思います。稲子の母親への思いは信じる心へとつながり、錦屋の事情と重なることで開発への意欲を見せる喜八と、それに対する稲子の信頼の高まりが描かれた1話でした。今回は稲子の過去回想から今の心情につながる後悔と、そこからの錦屋での出来事の顛末を中心に、人の心のあり方と陽介の計画について考えます。ということで、事前情報なしで視聴した感想を3つの視点から語っていきたいと思います。今回のポイント、まず1つ目、母への思い。2つ目が伝える思い。3つ目は思いの行く先。それでは早速最初のポイント、母への思いからやっていきましょう。酒蔵であった稲子の家で、杜氏として日本酒造りを行っていた稲子の母である苗子。今回のオープニング映像では、苗子が健在の桃川一家の様子が描かれ、笑顔に満ちた家族4人の姿と、そこから伸びた線の先に現在の3人の様子が描かれていました。過去から目を背けているような父と姉に対し、その楽しげな様子を振り返り、二人との距離が広がっていく稲子の姿が印象的でした。母が好きであった稲子にとって、その思いやこれまでに積み重なった感情など、苗子に伝えたい言葉を心の内に秘めていた状況を感じ取ることができます。これが、いつか自分も母のような杜氏になりたい稲子の思いの強さとなり、自宅の倉庫で母の台帳を探す行為へと繋がっていくことになります。この台帳ですが、エンディング映像で描かれているものと同一であったと仮定すると、その表紙には、電気錦1898年と書かれていることから、実際の歴史で流行した飲み物である電気ブランを連想させます。苗子の酒は大人気であったと語られていましたので、洋酒ベースの電気ブランのように、ピリッとした口当たりの酒や、発泡日本酒のようなものであったのかもしれません。また、冷やし飴といった当時広まっていた飲み物など、史実を生かした設定はこれまでも描かれてきましたが、今回は京都の西陣織を扱う井端一家との関わりが描かれます。自分の思いを苗子に伝えられない稲子の後悔が、亡くした夫の後を継ぎ、失意のまま日々を過ごしていた錦屋の女主人である千代の思いへとつながる流れでした。その後悔を味わってほしくない思いが千代を説得する原動力となって、毎日錦屋へ足を運ぶ稲子の行動として現れますが、これは同時に喜八の発明品に対する期待と信頼の証でもあると感じます。苗子からの言葉であった神様を信じ、人を信じることの大切さを、今でも母の思い出とともに大切にしている稲子の心情の理由にもつながる描写が、その後の錦屋の若旦那である明の母親への思いへと続いていきます。次は伝える思いです。錦屋の主人である千代と亡き夫との会話のために電気電信を製作した喜八。その原理は恋の圧力によって炭素粉末の密接度合いが変化することで、そこを通る電気の抵抗が変化。それを利用し恋を電気信号に変える炭素型送話機であったと考えられます。これが後の電話へとつながるわけですが、電気目録の袋閉じ状になっていた白紙の面に、それぞれのアイデアの詳細が描かれているようでした。前回、文字が浮き上がっていた電気満月のページには、フィラメントの素材として何十種類もの木々の名称が書かれていましたが、今回も
電気当時のページにその関連文字が描かれていたのと同様、電気電信を含め他のページにも清録の隠し文字が記してあったと考えられます。しかし、炭素型送話機の開発を進めるキハチの様子を見ると、清録の記した文字は研究の過程やヒントのようなものであった可能性もあり、今の世の中を電気の世界に変えるために、清録がキハチに思いを伝えようとしたものだったのかもしれません。その意味では、キハチの発想や開発力に清録が期待していたとも取れる展開です。電気電信が完成し、夫への思いを言葉にして伝えられた千代でしたが、この時に会話した相手は別室にいた若旦那の明であり、機械の精度的に電話ほど鮮明に声を伝えることができていなかったことが逆に作用。声が似ている相手との会話が夫であると信じられることにつながります。明治時代の技術だからこその物語の展開のうまさであったと感じます。離れた場所で会話できる声の伝達であるとともに、その思いも伝えることができる機械として、現代のスマホに引き継がれていく人々の思いをつなげる手段であると思えてきます。これにより活気を取り戻した錦屋でしたが、この奇跡に期待する稲子の勇み足も描かれ、亡き母と会話したい思いが遂げられない失望の中にも、以前の正気を取り戻した千代の姿に苗子の姿が重なる描写が心に響きます。稲子の心残りの解消は叶いませんでしたが、それでも誰かのためになる電気機械の可能性と、それに尽力した喜八を信頼する稲子の思いの尊さを感じる一話でした。この時代から比べれば、現代の世界は奇跡とも言える進歩であり、それをもたらすことができる電気の力に思いを託す物語でもある面白さです。最後は思いの行く先です。離れた場所でも会話ができる装置である電気電信の開発に成功した喜八。個人と話せる機械であると勘違いし、そこに希望を寄せていた稲子でしたが、その高ぶりは拍子抜けとなりはしたものの、母への思いが積み重なっていた稲子にとっては、同じ後悔を味わってほしくない思いやりでもあり、千代の説得を続けていた姿にもつながる心の強さでもあります。若旦那である明の母親への思いが、電気の力を通して、実際に音声として物理的にも伝わる描写が、技術の発展とともに広がっていく未来への期待感と、物語の面白さが共鳴していく相乗効果を生み出しているとも言えます。そんな中、清録の電気目録に固執している陽介ですが、その言動の理由が徐々に明らかになっていきます。以前、義手のような腕から手袋を抜き取っていましたが、それ自体がアンドロイドのような物体の腕であったことが判明。それに話しかける陽介の姿は、妖艶さや一種の不気味さを醸し出していました。清録が帰還しなかったことを告げられた陽介が、ショックで崩れ落ちる描写がされていたことを考えると、陽介が電気目録を求める理由は、清録の復活にあるような展開を予感させます。電気演算機やロボット制御などの現代技術にも通じるアイデアが書かれていたのかもしれない電気目録を手に入れることで、清録の分身となるアンドロイドが死者蘇生につなげる可能性、あるいは清録のアイデアを具現化し、生きていた証とすることで、その存在意義を証明しようとしているような流れにも感じます。極楽にいるお母さんに会えたと語る稲子の言葉に陽介が反応しており、その技術が自分の求めているものではないかとの懸念を感じさせる描写となっていましたが、喜八や稲子、陽介たちの思いの先に何が待っているのかを想像させる今回の物語でした。今回の第4話は、喜八や稲子、陽介や千代などの今は自分の近くにいない人たちへの思いが綴られた一話となっていました。
そこに電気電信を完成させたキハチの姿が描かれ、電気の世界にまた一歩近づく様子と、それに関心と焦りを感じさせる陽介の姿が印象的な展開となりました。稲子の純真さと芯の強さは、母の苗子から受け継いでいると感じる流れが、これからの展開を牽引していく強さにもなっていく物語でした。今後は陽介の言動の理由とともに、稲子の信じる心がキハチにも共鳴していく様が描かれていきそうですが、清六の状況が未だ明確に描かれてはいないことも含め、物語の謎が明かされていく展開に期待です。ということで、20世紀電気目録ユーレカエブリカ第4話の感想でした。最後までお付き合いありがとうございました。